はいこんにちは MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。皆様明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ジャックさん、例年お正月は10日はお休みしていましたが、今年は頑張りますね。愛はもうちょっとお休みしたかったんですけど。ジャックさん、なんだかんだ人使い荒いからね。MD ジャックチャンネルはブラック企業か？ブラックジャックか？いやいや、そんなことないし。だってこれ年末に収録したじゃん。そんなこと正直にネタバラシしなくていいのに。ちょっといきなり脱線しないでよ。ああ、ごめん。では改めまして、今回はナイス HCK のプレイナーモデル F1 プロです。発売からちょっと時間経ってるんで、すでに手にしている人もいると思うけど、ナイス HCK さんからお声がかかってレビューすることになったんだよ。だからお正月のスケジュールなんですか？動画公開時期は年末かお正月、どっちがいいですかって聞いたらお正月がいいってことだったんで、まあこっちも仕事休みだしちょうどよかったんでね。なるほど、そういうことでしたか。じゃあそろそろ本題に入りますか。そうね。F1 プロはナイス HCK の既存モデル F1 の後継機。どんなところが変わったのかなと、まず外観を見てみる。デザインの違いは一目瞭然だけど、大きめなタンクボディは変わらず、大きさもほとんど同じ。ステム先端のチューニングフィルターがなくなった。ステムの長さと角度がちょっと変わった。ざっくりこんな感じ。チューニングフィルターがなくなったんで F1 のフィルターシルバーの標準チューニングと同じにしたのかと思ったんだけど、聞けばすぐそうじゃないことはわかる。詳細は後ほど波形見ながらにしよう。そうですね。価格の違いも大きいわ。F1 ってプレイナーモデルだし、価格的にちょっと敷居が高かったのよね。でも F1 プロは1万円台中盤。ありでも同じぐらいで、シアンケーブルとのセットもあるね。シアンケーブルは単品販売しないって SNS で見かけたよ。評判もいいんで、聞き比べが楽しみ。ケーブルとセットで2万ちょっとなら欲しいわね。洗剤に強いナイス HCK さんだから、このセットもいいね。パッケージ内容はご覧の通り、ギアチップがたくさんで、ケースもついてるのね。シアンケーブルはありで買えるオプションだけど、載せておいたわ。サイズはタンクボディだから小ぶりで可愛いですけど、音はいい意味で可愛くありませんよ。重さが F1 よりちょっとだけ重くなってるんですね。小ぶりのため装着感は F1 含めてとってもいいです。ステムの角度が変わったことで、耳へ入る角度が変わりましたが、これがいいかどうかは個人差があるので、何とも言えません。でも愛は F1 プロの方が装着しやすくなったと思っています。フェイスプレートの感じはどっちも好きだな。このブルー、いい色だな。買うの？欲しい。ドライバーは 14.2mm 新世代のプレイナータイプ。去年の秋頃から改良されたプレイナードライバーを乗せたモデルが増えてる。なのに価格は1万円台中盤ぐらいと下がってるのは嬉しい。聞いた感じ、明らかにチューニングを変えただけじゃなさそうって思えた。じゃあ波形を見ていこうか。そうですね。ではまずバンドルイヤーチップから。10キロ以上で若干変化がありますが、ほとんど変わらないので装着感でセレクトでいいんじゃないでしょうか。マイヤーチップでも10キロ以上でばらつきが出るのね。これはモデルによって違いが見られるわ。こないだレビューした BGVP-DMA だとこんな感じでばらつく帯域がだいぶ違うもんね。だね。これは測ってみないとわからない。最初の視聴を TRN-Tips で行ったんで、この後の音収録と視聴は TRN-Tips を使用するよ。はい、最近よく使ってますね。了解です。次は他モデルとの比較ね。まず F1 のチューニングフィルターと比較してみたよ。F1 の基本チューニングから逸脱はしていないけど、少しずつ調整されてるみたいね。フィルターゴールドとシルバーがミックスされたのが F1 プロっていう風に見えなくもないかな。F1 よりやや広域が強調されているようね。そうだね、聞き比べてもそう感じたよ。ただそれが抜群にいい感じになってた。そうですよね。やっぱり欲しい。次はその他モデルとの比較です。上3つは F1 のチューニングフィルターとの個別比較。下は同価格帯のプレイナーモデルです。デヨコに似た感じだけど、ジャックさん、実機ではどう？似てないと思う。メロディーとかクレイナーの方が響きの部分で F1 プロに近い印象だね。サウンドチェックでは響きの部分は収録音ではあまり拾えないけど、F1 のフィルターシルバーを装着したもの、そして QEars メロディーと一緒に聴いてみるよ。音質調整の基準は F1 プロね。はい、了解です。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
はい、サウンドチェックでした。全体的に F1 プロの明るさが目立っていたように思います。実機でも抜けはいいですが、広域のきつさというのは感じましたか？いや、最初の主張の時から特に感じなかったよ。むしろ F1 プロになってこんなに良くなったのって思ったから。聞いた印象は、しっかりした低域で量感プラスタイトさも兼ね備えてる印象。中高域以上は曖昧さはあまりなく、一つ一つの音はしっかりしている。ボーカルは前に出すぎず、かといって引っ込みすぎず、個人的にはいいバランス。分離よく、音の隙間が見えるように感じられる。左右への広がりが心地いい。曲によっては斜め上や後ろの方からも音が来る感じで、音数が増えても空間が埋まってしまう感じはあまりない。ちょっと歪ませたギターソロもレンジが広く感じるので、うるさく感じない。逆に音数が少ない場合は音の切れ際までしっかり聞かせてくれて、リバーブの余韻の雰囲気もいい。全体的に微妙な点は特になく、かなりいい仕上がり。1万円台中盤はコスパいいなぁと思う。ところでシアンケーブルはどんな感じ？バンドルケーブルとの比較では、低域と高域のバランスに明らかに変化がある。ベースが増強され、ハイハットの響きが少し穏やかになるので音量を上げやすくなり、結果他の音も聞こえやすくなるといった感じ。もともと5キロ以降は7キロ付近のピークに向かって伸びているので、ここが全体の中でちょっと目立つ傾向だったんだけど、それがうまい具合に調整されたなーって思えた。F1 の質感が好きな人にはこっちの方が合いそう。すでに多くのケーブルを所有している人ならこういう調整は簡単だろうけど、これからケーブルに沼りたい人はありで F1 プロと一緒に買うのもいいかもといったところかな。お正月だし F1 プロ買っちゃおうかな。そうだね。F1 プロ単品で1万5000円ぐらいだからね。ということで2024年の1本目のレビューはナイス HCK のプレイナーモデル F1 プロでした。ではまた次の動画で。今年も頑張るぞ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。